皆さんこんにちは。サリーです。お元気ですか？今日はですね、ローマ字について話そうと思ってます。ローマ字というものを知らない方もいると思うので説明すると、日本語のひらがな、カタカナ、漢字の読み方を表しているアルファベットのことです。皆さんがローマ字を見るのはおそらく、日本語学習の一番最初の時とか、あとは日本に遊びに来た時に街の名前や駅の名前と一緒に書いてあるローマ字を見るかなと思うんですけど、私たち日本人もローマ字を使うことがあって、それはパソコンで日本語を入力する時です。パソコンのキーボードにも一つ一つのキーにひらがなが書いてあって、それを押して入力することもできるんですけど、おそらくほとんどの日本人はローマ字を使って日本語を入力しているんじゃないかなと思います。で、実は多くの日本人の方が知らないと思うんですけど、ローマ字には2種類あるんですね。書き方が2種類あります。一つは訓例式といって、私たち日本人が小学校で習う書き方のことです。ただこれは結構古いと思います。あんまり今となってはメジャーじゃないですね。で、もう一つはヘボン式といって、多分今時の学生たちはこのヘボン式を習ってるんじゃないかなと思います。それから外国人の皆さんが、日本に遊びに来た時に見る駅や、街の名前と一緒に書いてあるローマ字。あれはヘボン式が採用されています。で、今回は70年ぶりにローマ字が改正されるんですね。訓例式とヘボン式がちょっとごちゃごちゃになっていて、わかりづらいということがあって審議されて、今年中に新しいローマ字が発表されるという見通しです。例えばさしすせそのしだったら SI で書く人もいたんですけど SHI に統一するだとか、それからハヒフヘホのフは FU に統一するとか、あとは助詞のおですね。和音のおは、WO じゃなくて O にしましょうとか、そういう風になってます。特にね、私も日本語を教えていて、助詞のおはあいうえおのおと同じ音なのに、なんで WO なんですかって質問される時もあって、上手に答えられなくてもやもやしていた部分もあったので、それがクリアになるなら嬉しいなという気持ちです。あとは伸ばす音もローマ字の表記が統一されると思います。例えばお母さんとかスーパーとか、なんかそういう伸ばす音がある言葉ですね。お母さんだったらひらがなの母音を2回重ねて書くんですけど、スーパーのようなカタカナの言葉だったら伸ばし棒を使いますよね。そのローマ字表記はひらがなのように母音を2回重ねて書く場合もあるし、母音の上に小さい短い棒を書いて伸ばすサインにするという案もあるみたいで、どういう風になるかね、今後も見ていきたいなという風に思ってます。ただ東京とか柔道とかもう広く知れ渡っている言葉のローマ字表記に関してはすぐに変えてしまうと混乱を招くので、多分すぐには変わらないで、
その新しいローマ字が発表されてからどういう風にするか検討されていくんじゃないかなという風に思ってます。ただですね、ちょっと一つ覚えておいてほしいんですけど、和音のおは今まで WO でしたが、もし O に統一されたとしても、パソコンで文字を打つときは多分 WO じゃないと出てこないと思うんですね。なので、パソコンで日本語の文字を入力する機会がある人は、それは覚えておいた方がいいかなというふうに思います。じゃあ今日はローマ字の話でした。また次回お会いしましょう。